デリーで5日間過ごしました。私が体感したデリーをギュッと詰めてみます。私のホステルは最寄りがクトゥブミナール駅でしたので、比較的静かな場所でした。ただそれでも夕方になると大通りはクラクションと砂ぼこりの嵐です。で、到着した翌日おじいちゃんがメトロの駅まで送ってくれて、メトロカードを買うのを手伝ってくれました。カードは50ルピー、チャージに200ルピー、配締めは250かかります。で、どの駅も入り口と出口が分かれてて、入り口では改札入る前に X 線検査と金属探知機の身体検査あります。デリーに到着して2日目は宿にチェックインしてゆっくり過ごし、3日目にまず SIM カード買おうと歩き出しました。インドで現地の SIM 買うときは、インドの SIM を持っていて、かつワンタイムパスワードを受け取ってくれる人が必要でした。友達や宿のオーナー、宿泊者にあらかじめ頼むといいかもしれません。で、その情報私持ってなかったので、エアテルの店舗うろうろ探してたんですけど、やっぱ話しかけてくる人が次々と現れるんですよね。そうすると、自分で検索をする時間だったり考える時間がどうしても持てなくて、やっぱり宿でじっくりしっかり考えて場所を決めてどうするか決めて外に出た方がいいなと思いました。なんかちょっと判断が鈍るなと思いました。で、結局OTP 必要ないところを案内してくれる男性に2人会ったんですけど、結局そこでは買わなくてエアテルの店舗の横にあるボーダフォンのSIM カードを購入しました。で、2ヶ月分欲しかったので、2ヶ月分アクティベートしてくれたんですけど、しっかり1ヶ月 ×2、599ルピー ×2 分の、金額を請求されたのと、17日に買ったんですけど、終わりが14日とかになってて、多分誰かに初め入れてみてアクティベートしたけど、使わなかった SIM だったのかなって思ってます。ただもう疲れ切ってもういっかないよりマシだなと思って、そのままそれを使用してます。ちなみにボーダフォンはあんまり電波良くなくて、私がステイしてた宿の部屋に入るともう電波がなかったです。で、この SIM の設定してる間ずっと話しかけてくるおじいちゃんがいたんですけど、設定終わった後に僕の知ってるカフェ案内してあげるって言って、何度断っても5分ぐらいずっと後ろをついてきてました。そんな感じのデリーの強烈な体験です。もうそういう人に道聞いたりするとすごく丁寧に教えてくれて、どんどん周りから人が集まってきてみんなで考えて教えてくれるので、本当に人は優しいんだなって思いました。結論、デリーは私にはまだちょっとハードルが高かったっていうことなんですけど、全くどこにも出かけなかったわけではないので、この後出かけた場所をご紹介いたします。はじめに紹介しますのは大きなマーケットです。これ駅降りた瞬間から商品並んでてすごく楽しかったです。で、地元の声枠300ルピー以上は払わないそうです。なので絶対に値切る交渉した方がいいって言われました。あとは駅構内にフードスタンドがたくさんあってお腹空いてベジモも食べました。でも現地の子はコーンを頼んでる子が多かった気がします。これはおじいちゃんに教えてもらったグラブジャムーンです。スイーツの有名チェーン店が宿の近くにあったので4つ買ったんですけど、だいたい1人2個ぐらいしか食べないそうです。で、サモサもそこで売ってたので買いました。美味しかったです。これが路上で売ってるコロッケみたいなもの、アルーティッキというらしいです。で、その場で揚げ焼きしてくれて、スパイスとかかけてくれるんですけど、スイートかホットかどっちがいいって聞かれて、スイートでって言ったんですけど、私には十分ホットな味でした。美味しかったです。あとはデリーのバスは女性が無料らしいので、うまく使えたら便利ですよね。で、これに使ってインディアンゲートに行きました。で、一緒に行った子がバングラデシュの子だったので、パキスタン、インド、バングラデシュの歴史を教えてくれて興味深かったです。で、そこの近くでパニプリも食べました。これも辛かったです。で、私誕生日を迎えました。耳栓して爆睡してたら起こされて、同室の子がケーキくれました。嬉しかったです。で、その2日後に白髪を発見しました。この旅に出て2本目の白髪。多分途中から白くなってるので、長さ的に旅始まってから白くなったんだなって思ってるんですけど、楽しんでます。次はリシュケシュに向かいます。ご視聴ありがとうございました。